Hello everyone! Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは。あやワールドチャンネルへようこそ。今回チャンネル登録されてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん元気にしていますか？お久しぶりです。実はですね、今日本にいます。地元の埼玉県からお送りしています。今回久々にもうやっと入国しました。最後に日本に来たのが確か2月ぐらいかな、2020年の2月頃が最後だったのかな。なので半年以上ぶりの日本です。もう嬉しいことです。本当はね、早く入国したかったんですけど、ちょっと仕事のスケジュールがもうずっとわからない状況で仕事してたので、やっと休み取った感じで今日本に来ています。ですね、今回入国してびっくりしたんですよね。もちろん入国後は2週間の隔離をしなきゃいけないんですね。いやー、もうびっくりです。2週間長かった本当に。入国まで2週間の隔離のことをちょっと話したいと思います。入国したのが10月7日なんですね。ロサンゼルスからサンフランシスコに行って、で乗り換えで成田駅のユナイテッドで乗って帰ってきました。ユナイテッドで来たので、着いたのが確かね、午後の1時40分ぐらいかな。まあ何も遅れもなくオンタイムで1時半から40分かな、に着きまして、でもちろん日本に入国する人たちは最後まで機内で待たなきゃいけないですね。なのでその日はシンガポールとか、インドネシアの方かなの乗り継ぎのお客さんが先に降りて、で私たちが最後に降りる感じだったんですね。でもちろん降りて、でもうなんかみんなで並んで、日本人入国者の人たちは並んでPCR 検査の方に、向かったんですね。でその PCR 検査も唾液だったので簡単な検査だったんですよ。なんですけど、ちょうど私口がカラッカラだったんですよ、その日。なので唾液を取ろうとしても泡しか出てこなかったんですよ。いますよね、そういう泡しか出てこない方。私も久々の唾液検査だったんで、アメリカでは綿棒だったんですね、今まで。で日本に入国して唾液の検査なんて聞いてなかったので、みたいな感じでもう頑張って取ってたんですけど、でもなんか泡しか出てこなくって、で最終的に綿棒でやられましたでもそれも早かったんで、いや日本の看護師さんうまいと思いましたよ。アメリカは結構奥まで痛いんですよね。痛くするので、いやでもそれにはちょっと驚きました。ですぐに取ってもらって、で結果も唾液取る人と同じですよって言われて安心しました。本当に早く結果が出てくれることはもう嬉しくって、でそこから、書類の検査、機内で複数の書類がもらえるんですね。その書類を機内で書いたので、その提出先みたいなところで3回ぐらいか3回も書類の検査みたいな感じでチェックされるんですよ。私もびっくりしましたね。こんなにチェックしなきゃいけないのってすごい驚きました。最初の1回目とかは、その書類で、自宅かホテルとかその確認で電話番号かな、電話番号とか E メールのチェックで、3回目もその2週間の隔離中どの連絡先で連絡取った方がいいですかみたいな感じで聞かれて、メール LINE か電話番号なんですね。で私 LINE 持ってるんですけど、日本の番号で登録してる LINE じゃないとその連絡が取れないって言われて、私は LINE 希望だったんですね。それもダメって言われて、じゃあ E メールでお願いしますみたいな感じで E メールの方でそこでお願いしたんですね。3回書類チェック終わって、でその後 PCR 検査の結果待ちで20分
から25分かな、その30分ぐらいは待たなかったですね。20分から25分の間に結果が出て、はい、もちろん、陰性で、って言われて、で陰性だとこういう紙がもらえるんですね。でこの陰性でしたよっていう紙をもらって入国します。はい、機内から PCR 検査、入国で荷物取るそのプロセスがだいたい1時間ぐらいで終わりました。1時間、なんか前聞いた話では2時間ぐらいはかかるよって言われてたんですけど、ラッキーなことに1時間もかからないで入国できました。もう嬉しくってやっと入国できたっていう時に実はですね、その入国した日からはバスとか電車は乗れないですね。それはもう事前知ってたので、いろんな人から聞いて、電車バス乗れないんだ、どうやって帰ろうってずっと考えてて、ハイヤーを頼むか、レンタカーで帰るかっていう2つの方法しかなかったんですね。あとは家族に迎えに来てもらえるっていうその3つの方法しかなかったんですね。でもちろん私家族埼玉なんで家族は遠いっていうことで迎えに来れなくって、でハイヤーだと埼玉まで4万5千円ぐらいするんですね。いやそうバカ高いので、いやこれはもうハイヤーではなく、じゃあレンタカーで帰ることにしました。で久々の日本で東京あたりでは運転したことがないんですよね。沖縄で1回ぐらい運転したっきり、日本では運転したことないんですよ。なのでちょっと不安もありまして、でレンタカー会社、トヨタレンタカーで借りたんですね、今回は。で予約も、スカイチケットかな、スカイチケットで予約して、でレンタカーに行ったんですけど、そこで分かったことが私知らなかったんですね。入国する時に機械じゃないですか。入国する時いつも機械で出入り、出国入国出入りしてたんですね、機械で。それでスタンプって押さないじゃないですか皆さん。それがですね、こういったアメリカの国際免許を持ってる人は多分知ってる人もいるか知らない人も分かんないんですけど、多分知ってる人はいると思うんですけど、私は知らなくって、この国際免許を持ってる人は、パスポートに入国しましたっていうスタンプが必要なんですよ。私それ知らなくって、だって機械で出入りするからスタンプなんてもういらないみたいな感じで思ってたんですよ。それで知ったのがトヨタレンタカーでスタンプ押されてないんですかって言われて、それ初耳なんですけどみたいな感じで、お互いちょっとパニックっちゃって、トヨタレンタカーがイミグレーションのなんか電話番号があるんですよね。その電話番号に電話してもらって、お客さんで入国されたんですけどスタンプが押されてなくて、今からスタンプをしに行けますかみたいな電話をかけたんですよね、イミグレーションの方に。であっちももちろん彼女入国したからいらないでしょみたいな、スタンプなんて。でなんでスタンプが必要なのって、あっちもちょっとなんかなんかよく分かってなくて、でトヨタレンタカーも頑張って説明したんですけど、やっぱりその話があんまり合わずで、最終的にはちょっと空港の方に戻ってスタンプ押してもらいました。いやこれもね1時間ぐらいかかったんですよ。もうこっちは長い旅で帰国してきたのに、なんでこんな感じで、なんでここまで時間がかかるのってちょっとイライラしてましたけど、無事にレンタカー借りて家に帰ってこれましたもうびっくりですよね。ちょっといい経験だったのかなっていう、レッスン learn で、入国しました。もしこの国際免許を持っている方は、入国する際はスタンプは必ず押してください。もちろん日本のパスポートの
方ですね、日本のパスポートを持っている方でこの国際免許を持っている人は必ずスタンプをして入国してください。私もこれでレッスン learn で次回借りる時は必ずスタンプをして入国することにします。はい、入国しないとレンタカー借りられないのでね。そんな感じで、入国日から15日間は家で隔離をして、もちろんその15日間はバスも電車はもうダメなんでね、使えないので家でずっと勉強してました。多分、インスタで見てる方はわかるかな。4月からちょっとね、趣味で勉強してる勉強してるのかな、勉強してるんですけど、その勉強してる内容は後ほど受かってから、皆さんにお知らせしたいと思います。それでちょっと2週間は、ずっと勉強してました。もちろん動画も編集とかはしてたんですけど、一応受験生なんでこの試験に向けて猛勉強中なんですね。なのでなかなか動画のアップができなくて、本当に皆さんすいません。それはご理解してください。私も受験生なんでちょっともうバタバタ状態なんですね。もちろんこれは趣味としてやってる勉強なんですね。仕事は辞めないですよ、もちろんそんな感じで、2週間ずっと勉強してました。もちろん今おばあちゃん家にいるので、おばあちゃん家で、ゆっくりしながら美味しいご飯も食べてましたね。はい、で無事に2週間の隔離が終わりまして、今いろんなところに行って遊んでますっていう感じで、2週間の隔離と入国に関する動画をお送りしました。すいません、こんな感じで、もしチャンネル登録されてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。あといいねもよろしくお願いします。皆さん次回お会いしましょう。See you next time. Bye.